皆さんこんにちは。力添え PLC シーケンス講座へようこそ。今回はメルセックからキーエンス KV に PLC 更新時 AI を活用してラダー再構築の工数を大幅に削減する方法を解説します。以前の動画 PLC リニューアルガイドって解説しましたが、特にメルセックからキーエンス KV のようにメーカーが変わる場合、ラダープログラムの作り直しは必須で非常に時間がかかりますよね。でももしこの時間のかかる作業を今話題のチャット GPT のような AI がサポートしてくれたらどうでしょうか。この動画ではメルセック A9 シリーズからキーエンス KV シリーズへの PLC 更新をテーマに、チャット GPT を活用してラダープログラムを効率的に再構築する具体的な手順をステップバイステップで解説します。最後までご覧いただければ、あなたもチャット GPT を使ったラダー変換の基本的な流れがわかり、実際の作業で応用するためのプロンプト作成のコツまでつかめるようになります。具体的にはこちらのステップで解説を進めていきますね。まずは基本から。ニモニック命令とは、メルセックと KV のニモニック編集方法、メルセックからのニモニックリスト出力、チャット GPT マジック、プロンプト作成術、実践、チャット GPT での変換実行と KV スタジオへのコード貼り付け、最後に実践のための重要ポイントと注意点。さあ、それでは早速この AI 変換を理解する上で最も基本となるニモニック命令について最初のステップから見ていきましょう。さて、ここからは最初のステップ、ニモニック命令について解説します。かつて PLC のプログラムはこのニモニック命令、つまりラダーズの動作をテキストで表現した命令語を使って作成・編集するのが一般的でした。ベテランの技術者の方なら昔ハンディプログラマで直接打ち込んでラダーを修正したなんて経験があるかもしれませんね。しかし Windows PC の普及とともにノート PC で動作するラダーツールが登場し、誰もがラダーズでプログラミングできるようになったため、普段このニモニック命令を意識する機会は少なくなりました。ではなぜ今この動画で改めてニモニック命令を取り上げるのか。それは今回のテーマである AI、 特にチャット GPT を活用したラダー変換においてこのニモニックが非常に重要な鍵を握っているからです。以前の検証動画でも明らかになりましたが、現在の AI は私たちが普段見慣れているグラフィカルなラダーズそのものを正確に読み取って別の形式に変換するのはまだ苦手なんです。画像認識の課題ですね。しかしニモニック命令であればラダープログラムを純粋なテキストデータとして扱うことができます。テキストデータならチャット GPT のような言語モデル AI は得意分野ですよね。つまり AI にラダープログラムの内容を理解させ変換作業を指示する上でこのテキストベースのニモニック命令が最適というわけです。実際に見てみましょう。こちらはメルセック9シリーズのプログラミングマニュアルの一部です。見慣れた A 接点 B 接点といった記号がありますね。その横の列に注目してください。 LD ロードや LDI ロードインバースといったアルファベットが記載されています。これがニモニック命令です。例えばこのロードというテキスト命令がラダー図上の A 接点を表しているということです。シンプルですよね。今度は GXWorks の画面で見てみましょう。普段皆さんがラダーを作成するときはファンクションキー、例えば F5 キーを押して A 接点の記号を呼び出し X0 といったデバイスを入力、 F6 で B 接点、 F7 で出力コイルといった具合に作成していくと思います。でも実はこの GXWorks でも
ニモニック命令を直接キーボードから入力してラダーを作成することができます。やってみますね。このように入力するだけで対応するラダー図が自動的に描画されました。キーボード入力に慣れている方ならこちらの方が早いと感じるかもしれません。ただしここで重要なのは、今お見せした GX ワークス上でのニモニック入力はあくまでラダー図を作るための入力方法の一つであるということです。今回の AI 連携で活用するのはこのテキストデータとしてのニモニック命令そのものになります。この違いを覚えておいてください。まずはこのニモニック命令がどういうもので、なぜ AI 活用において重要なのか、イメージをつかんでいただけたでしょうか。では実際にメルセックとキーエンスのプログラミングツールでこのニモニック命令がどのように扱えるのか、その編集機能を比較していきましょう。まずはメルセックの GX デベロッパーです。ご覧のように GX デベロッパーでは作成したラダープログラム全体をこのようにニモニック命令のリスト形式で表示させることができます。そしてこのリスト上で直接編集することも可能です。ただ注意点として、編集はこのように1ステップ1行ずつ行う必要があり、外部のテキストエディタなどからコピー&ペーストで一括編集することはできません。次に同じメルセックの GX ワークスを見てみましょう。GX ワークスでもニモニックリストを表示・編集する機能はありますが、GX デベロッパーとは少し異なります。GX ワークスでリスト表示できるのはこのように選択した回路ブロック1ブロックのみなんです。プログラム全体のリストを一括で表示したり編集したりすることはできません。あくまで部分的な確認や修正に使う機能という位置づけですね。では最後にキーエンスの KV スタジオです。 KV スタジオではリスト表示機能を使うことでニモニック命令を使ってラダープログラムを記述できます。このようにまっさらな状態から直接ニモニックを打ち込んでプログラムを作成することも可能ですし、さらに便利なのがこのように外部のテキストファイルなどからコピーしてきたニモニック命令のリストをそのままペーストしてラダーに反映させることができるんです。編集もまるでメモ帳のような感覚で自由に行えます。さてここまで見てきた各ツールのニモニック編集機能をまとめるとこの表のようになります。プログラム全体のリスト表示ができるのは GX デベロッパー、ニモニックで新規作成できるのは GX デベロッパーと KV スタジオ、外部テキストのコピペが最も自由にできるのは KV スタジオ、ニモニックリストを印刷できるのが GX デベロッパーと KV スタジオ、 GX ワークスは部分的な表示・編集に限定されます。この比較から AI、つまりチャット GPT を使ってメルセックのラダープログラムをキーエンス KV 用に変換する場合、GX デベロッパーでプログラム全体のニモニックリストを出力し、そのテキストデータをチャット GPT で変換処理し、最終的に KV スタジオにコピー&ペーストで取り込む。この流れが現時点では最も効率的で現実的な方法と言えそうです。次のチャプターからはいよいよこの流れに沿って具体的な変換手順を解説していきます。さあいよいよここからが本編、チャット GPT を使ったメルセックからキーエンス KV へのラダー変換、その具体的な手順の第一歩を解説していきます。最初のステップは変換元となるメルセックのラダープログラムを AI が処理しやすいニモニックリストの形で出力することです。前のチャプターで確認した通り、プログラム全体のニモニックリストを扱うには GX デベロッパーを使用するのが最も効率的です。もし現在 GX ワークスで作成されたプロジェクトであっても、対象の PLC 機種が GX デベロッパーに対応していれば、GX ワークスから GX デベロッパー形式で保存し直すことでこの手順を進めることができます。
こちらが今回サンプルとして使用する GX デベロッパーのプロジェクトです。全体のステップ数は約12000ステップとそれなりの規模です。ここで一つチャット GPT を使う上での重要なポイントがあります。チャット GPT には一度に処理できるテキスト量、トークン数に制限があるため、プログラムを構成するモジュールごとに分割して作業を進めます。目安としてだいたい5000ステップ程度に収まるように分割するのが良いでしょう。今回の例ではこのメインにというプログラムモジュールを使います。約4900ステップですね。こちらのラダーは15年ほど前に私が作ったものですが、事情もありコメントを非表示にしています。それほどボリュームがあるわけではありませんが、結構ややこしいプログラムを組んでいます。通常ならこのラダー図を目で追いながら命令やデバイスを一つ一つ KV スタジオで手入力し直すという地道な作業が必要ですが、今回はこのニモニックリストをうまく活用してチャット GPT に変換作業をアシストしてもらいます。では実際にニモニックリストをファイルに出力していきましょう。まず GX デベロッパーのメニューから印刷を選びます。するとこのような印刷設定画面が開きますね。通常は回路タブが選択されていて、このまま印刷するとラダー図が印刷されます。今回はその隣のリストタブに切り替えてください。そして印刷対象として先ほどのプログラムモジュールメイン2を選択します。次に重要なのがプリンタの設定です。紙に印刷するのではなく PDF ファイルとして出力したいので、プリンタ一覧から Adobe PDF やMicrosoft Print 2 PDF などの PDF 作成用プリンタを選択してください。設定ができたらそのまま印刷ボタンをクリックします。これで指定したプログラムモジュールメイン2のニモニック命令リストが PDF ファイルとして出力されました。こちらがそのファイルです。この PDF ファイルはチャット GPT に読み込ませるための重要な素材となります。ここでは開いたまま置いておきます。次はこのデータをチャット GPT に読み込ませてキーエンス KV 用に変換してもらうための指示書、すなわちプロンプトを作成します。ここが AI ラダー変換のまさに肝となる部分、プロンプトエンジニアリングの腕の見せ所です。効果的なプロンプトを作るにはいくつかの要素に分けて指示を組み立てていくのがポイントです。今回は大きく分けて基本的な指示、デバイスの変更指示、ニモニック命令の変更指示、そしてその他の整形指示の4つのパートで構成してみましょう。まず基本的な指示です。ここではチャット GPT に何をしてほしいのかを明確に伝えます。ここではこのようにプロンプトを作成しています。ここでの超重要ポイントは2つ。1つは必ずコードリスト形式で出力と指定することです。これを忘れると普通の文章チャット形式で返ってきてしまい、後で KV スタジオにコピペするのが面倒になります。もう一つは変換のルールや参考情報、マニュアルの内容などをできるだけ具体的に与えることです。チャット GPT がより正確な変換を行えるように判断材料を提供してあげるイメージですね。次にデバイスの変更指示です。ご存知の通りメルセックとキーエンスではデバイス番号の体系が異なりますよね。例えばメルセックの特殊リレー SM400 はキーエンス KV では CR2000 に対応します。このようなデバイスの対応関係をリスト形式で具体的に指示してあげます。特に注意が必要なのは入出力 XY デバイスの割り付けです。メルセックの XY をそのままキーエンスの R に割り当てると後で分かりにくいので KV も XYM 表示で対応します。またこのプログラムではアナログユニットが使われているので、実 IO の XY の他にアナログユニット用の XY が存在します。アナログユニットなどのインテリユニットのように
メルセックと KV で根本的に扱いが異なるデバイスについては、一旦仮のデバイス、ここでは未使用の R に置き換えるように指示しておき、後で手動修正が必要な箇所として明確にしておくといった工夫も有効です。続いてニモニック命令の変更指示です。これもデバイスと同様にメルセックと KV で異なる命令語や記述ルールを指示します。例えば B 接点の命令、メルセックではロードインバースやアンドインバースですが、 KV ではロード B、アン B になります。このような単純な置き換えだけでなく、倍長命令やパルス命令といった記述ルールの違いも明確に指示してあげる必要があります。指則演算なども同様ですね。ここをどれだけ網羅的に指示できるかが変換精度に大きく影響します。最後にその他の指示です。ここでは変換後のコードを整形するための指示を加えます。元のニモニックリストにある行番号は削除してください。セミコロンで始まるコメント行はそのまま残してください。アスタリスクで始まるノート行は削除してください。といった内容です。これにより、後で KV スタジオに貼り付けやすいコードリストを得ることができます。ただし、最初から完璧なプロンプトを作るのは難しいと考えてください。対象となるラダープログラムの内容や複雑さによって指示を追加したり修正したりする必要が必ず出てきます。実際に試してみて、チャット GPT の出力結果を見ながらプロンプトを改善していく、このトライアンドエラーこそが AI ラダー変換成功の鍵です。ぜひあなただけの最強のプロンプトを育てていってください。それでは実際にチャット GPT の作業に入ります。こちらがチャット GPT の画面です。まずモデルを選択します。様々なモデルがありますが、今回はコード生成や少し複雑な指示の理解に強いとされる GPT-O1 モデルを使っていきます。次に前のチャプターで作成したプロンプトをこちらに貼り付けます。そして変換の精度を高めるための参考資料、メルセックと KV のプログラミングマニュアルをここにドラッグ&ドロップで直接添付します。最後に変換したいメルセックのニモニックリストを入力します。先ほど GX デベロッパーから PDF 出力したファイルを開いて、この内容をすべてコピーしてチャット GPT の入力欄に貼り付けます。これでチャット GPT への指示とデータの入力は完了です。それでは AI によるラダー変換処理を開始してもらいましょう。チャット GPT がプロンプトと入力されたニモニックリストを解析し、キーエンス KV 用のコードを生成してくれています。プログラムの規模にもよりますが、ここは10分程度気長に待ちましょう。推論を眺めていても楽しいですが、ちょっとスキップしますね。はい、処理が完了しました。ご覧ください。このようにキーエンス KV8000 のニモニックコードがコードリストとして出力されました。では次にこの生成されたコードをキーエンスの KV スタジオに取り込んで実際のラダー図に反映させていきましょう。こちらのコピーをクリックすると今生成されたコードが全てコピーされます。これを直接 KV スタジオに貼り付けることもできますが、一度に全部貼り付けてもこのようにエラーが出てくるので、行コメント間など切りのいいところで区切ってコピー&ペーストしていく方が無難です。ではやってみましょう。まず生成されたコードの最初の行コメントから次の行コメントの前までをコピーします。次に KV スタジオでリスト編集を呼び出します。メニューの編集からリスト表示を選ぶか、キーボードショートカットのコントロール D が便利ですね。開いたリストエディタのウィンドウに先ほどコピーしたコードをコントロール V で貼り付け、挿入ボタンをクリックします。エラーがなければラダーが出来上がります。あとはこの作業の繰り返しです。チャット GPT の出力から次のブロックをコピーして
KV スタジオのリストエディタに貼り付けて挿入します。あと、このようにエラーが出た場合は、都度修正していってください。プロンプトの準備に少し時間はかかりますが、この約5000ステップのラダー、もし手作業で一つ一つ打ち直していたら、おそらく数時間は余裕でかかります。それが、チャット GPT の処理時間と、このコピペ作業を合わせても30分程度ですので、圧倒的な時間短縮です。特にこの部分、実は120パターンの比較の組み合わせなんですが、比較の向きやイコールの有無など全部違うんですね。最初に作った時もうんざりしましたが、改めてこれらを確認しながら書き写すとなるとうんざりするし、間違いなくタイプミスも起こります。こういう人間がうんざりするような作業こそ、疲れ知らずで正確に処理してくれる AI に任せるメリットが非常に大きいと言えるのではないでしょうか。最後のブロックまで貼り付けと修正が完了しました。多少の手直しはありましたが、それでも驚くほどの短時間でメルセックのラダーをキーエンス KV のラダーに再構築できたことになります。さて、一瞬で5000ステップのラダーの変更が終わったわけですが、そうは言ってもこの変換結果は必ず確認しないといけません。ここではその重要なポイントについて解説します。まず大前提として、変換前のラダープログラムの動作をしっかりと理解してから変換作業を行うようにしましょう。今回は過去に自分で作成したプログラムを扱ったため、その動作や意図を把握していました。しかし実際の業務では他の人が作成したプログラムを変換するケースが多いはずです。そのような場合は変換作業に取り掛かる前に必ず元のプログラムの内容を十分に理解しておきましょう。次に AI のトークン上限についてです。 AI が一度に処理できるテキスト量に上限があり、知らずにこの上限を超えてしまう可能性があります。ラダープログラムが途中で終了したり、一部が欠落する可能性があります。また変換ミスが発生する可能性もゼロではありません。この動画でも何箇所か変換ミスや漏れがありました。またプロンプトの不備によるものもありますので、生成されたコードと元のラダーを比較し、念入りに確認する作業を行ってください。そして最後に手作業での修正はどうしても発生するという点です。特にインテリジェント機能ユニットに関する箇所はラダーの作り方が違う場合があります。今回の例でもアナログユニットのデバイスは一旦仮のアドレスを割り付けました。この部分は別途手作業で修正が必要です。これらをまとめると、変換後は必ず元のラダーと比較確認をし、シミュレータ機能や実機でも動作確認やデバッグを必ず行うようにしてください。いかがでしたでしょうか。今回は異メーカー間の PLC 更新で莫大な工数がかかるラダープログラムの書き換え作業を AI によって大幅に削減する方法を解説しました。通常ラダーの書き換えには数日かかると思いますし、多くのタイプミスが発生しますね。これを AI に作業させることにより、今回の例では30分程度で終わりました。現状このようにうまくいくケースはメルセック A シリーズや Q シリーズからキーエンス KV シリーズということになり、他のメーカーでは確認していませんが、このパターンの PLC 更新は一定の需要がありますし、キーエンスの案件ではないですが、この手法を利用すればキーエンスとしてもリプレイスツールとしてシステム化できそうな気がしますね。それでは以上、力添え PLC シーケンス講座でした。ご視聴ありがとうございました。